ねえマリサ、遊戯王 GX にさ、錬金術みたいなデッキ使ってる先生みたいな人いたわよね。アムナエルのことかな？確かに彼は錬金術師でもあり、10代たちの先生でもあるな。それがどうかしたのか？いや、彼ってどんなカード使ってたのか全く覚えてなくて。確かにキャラの印象が濃いからデュエルがいまいち覚えていない人も多いかもしれないな。しかも彼がメインで使っていたテーマ、錬金銃は OCG 化もされていないからな。余計に印象が薄いといいぜ。確かに聞いたことなわねけど、名前かっこいいし、ちょっと気になるわ。なら今回は、アムナエルが使用していた錬金銃と、それ以外の使用カードも紹介していくぜ。さて、カードの紹介の前にこのアムナエルについて、簡単に紹介していくぜ。さっきも言っていたけど10代の先生だったのよね。そうだ、デュエルアカデミア錬金術担当教授でもあり、オシリスレッド幼長でもある大徳寺先生の本当の姿で、GX の一期後半の展開であるセブンスターズ編に登場する、セブンスターズという敵グループの一人として、10代たちの前に立ちはだかるぜ。優しそうな先生だったのに敵になってしまったのは衝撃だったわね。ただ、腐っても先生であり10代は教え子なためか、教師としての最終試験という名目で激戦を繰り広げつつ、お前の本当の力はまだ目覚めてはいない。10代、お前にはお前自身も気づかぬ力がまだ眠っている。融合こそお前に秘められた力、お前が一流の錬金術師である証、と、期待しているような独白をしていた上に、ライフポイントを300まで削られた上フィールド上のマジックトラップゾーンのカードも、手札すらも0枚となり追い詰められ戦意喪失しかけた10代に対し、所詮お前は1年前と同じかと問いかけており、仲間たちと出会い絆を結んできた1年間を思い出させ、仲間を作り上げることこそ錬金術という答えに至らしめるなど、10代の成長や勝利を望んでいるとも取れるような言動が散見、最終的に逆転勝利されることとなっているぜ。教師として姿は本物だったわけね。その後、魂だけになったんだがねこのファラオに飲み込まれるという、まさかのうちに今はファラオのお腹の中にいつつ、時々表に出てきては10代にアドバイスを送っていたりするぜ。根っこは本当にお人よしな人なんでしょうね。そんなアムナエルだが一部の使用カードは OCG 化されているものの、彼が使ったテーマ錬金銃は一切 OCG 化されておらず、かわいそうな状態となっているぜ。正直、どんなカードがあってなぜされていないのか覚えていないけど、だからこそなのか結構気になってるよね。そのテーマ、ちなみに、錬金銃がどんなテーマかというと、錬金がカオスディスティルというカードを発動している状態で、発動できるマジックカードで呼び出せるモンスターたちで、モンスターは全てレベル3となっており攻撃力守備力500で統一されているほか、通常召喚できない効果と専用マジックカードでした特殊召喚できない効果、そして、直接攻撃できる効果を持っているぜ。なるほど、共通して特殊召喚モンスターであり、ダイレクトアタッカーなのね。そうだぜ。では、実際にどんなモンスターがいるのか、紹介していこうと思うぜ。最初に紹介するのは錬金銃鉄のサラマンドラだぜ。なんだか強そうなモンスターね。まあ、攻守500でしかも直接攻撃する効果しか持っていないんだけどな。強くなかった。というか錬金銃は全てこの効果しか持ってないな。直接攻撃プラス効果を持っているんじゃないの？時代考えろ。GX だぞ。いや、にしてもでしょ。まあこれが OCG 化されない理由と言えるかもな。さすがにこれだけは厳しいものがあるでしょうね。なので今回は、こんなカードがいるよという話と、もし現在、OCG で登場したらどうなるのか、妄想込みで紹介するぜ。それはそれで面白そうね。さて、話を戻してこのカードの解説といくか。このカードは鉄のランプというマジックカードで特殊召喚が可能で、炎属性岩石属というかなり特殊なモンスターとなっているぜ。確かに、あまり効かない組み合わせな気がするわね。てか、この見た目でそういった種族配分なんだ。ちなみに炎属性の岩石属は5種類しかいないようなので、かなり希少な存在ではあるな。そりゃ効かないわけだわ。なので、もし現在 OCG で登場するとなると、岩石属という部分を活かしデッキを組むことになるだろうな。炎属性という点を活かすよりも、はるかにそっちの方がいいでしょうね。そして直接攻撃できる点から守りに向いている岩石属との相性は、比較的良く、守りつつこのカードでじわじわ攻撃していく、というのが基本戦術になるだろうぜ。けど、いくらモンスターを並べてもこのカードは守れないのでは？そこは他のカードでうまく守るしかないだろうな。かなり雑ね。あと、岩石属は蘇生や展開にもサポートが豊富で、アダマシやラピュタイトで強化して攻撃することも可能。また、墓地に行ってもメガロックドラゴンの存在があるため、そこに活かすことも可能でまあ、使おうと思えば使える、そんなモンスターだな。まあ、いろいろな恩恵は受けられそうね。もっとも、それなら他にいいモンスターがいっぱいいる上に、そもそもこのモンスターは特殊召喚モンスター、工数もかかるため正直あまり現実的ではないな。結局悲しい感じになるじゃないの。まあ何かしらの効果が付属でついて登場すれば、岩石属でも輝けるモンスターになるかもしれないな。続
次に紹介するのは錬金柔道のウロボロスだぜ。おお、このカードもなんか強そうね。まあ、攻撃力500のダイレクト。もうわかってるわよ。そんなウロボロスは銅の天秤で特殊召喚できるモンスターで、光属性爬虫類属というこれまた少々珍しい組み合わせをしているぜ。確かに、こちらも全然効かないわね。まあ、この組み合わせはワームが該当しているため、数自体は少なくはないんだけどな。こいつら光属性なんだ。そんな錬金柔道のウロボロス現代ではどのように使えるかというと、一旦、専用マジックカードで召喚するという部分を度外視すれば、光属性爬虫類属とサポートが豊富な配分ではあるため、活かそうと思えば活かしやすく、光属性という点ではシャインスパークや、フォトンブースターで全体強化が可能となっており、特にフォトンブースターは攻撃力が2000になるため、直接攻撃効果と非常に相性がいいと言えるぜ。攻撃力2000のダイレクトアタッカーとか怖すぎるわね。また、低ステータスを晒してもオネストの存在が大きく、これで返り討ちにすることも可能なため、かなり恩恵を受けていると言えるな。ただ、爬虫類属という点では墓地肥やし効果が主なものが多いため、ちょっと共有はしにくく使うなら光属性という点を活かすのが、一番いいかもしれないな。確かに爬虫類って墓地肥やしが結構必要なイメージだったし、墓地に行っちゃうと使えないこのモンスターは、そういう部分は相性は悪そうね。そもそも、このカードの召喚に必要でもある、錬金ガマカオスディスティルガ上に存在する限り、墓地へのカードは全て除外されるという効果のため、そう考えると種族としては扱いにくい分類と言えるかもな。さっきとは真逆な感じね。もし OCG 化する場合何かしらの効果がつくと思うのだが、それ次第では爬虫類属でもいきそうな気がするものの、光属性の方が活用できる性能となりそうなのは間違いなく、登場するならどんな効果で登場するのか、楽しみな面もあるぜ。見た目はかっこいいしなんかいい感じに登場してほしいわね。次に紹介するのは錬金銃鉛のレオンだぜ。これまた王道なライオンモチーフのモンスターね。あと、名前がなんか可愛いわね。レオンではなくレオンと伸ばしているから、少し愛着湧く名前には見えるな。そんなレオンは鉛のコンパスで特殊召喚できるモンスターとなっており、持続性獣族という打って変わって王道な組み合わせで、登場しているぜ。本当急に王道な組み合わせになったわね。このカードを活かすのなら間違いなく獣族という点を、活かすのがいいだろうな。持続性ってあんまりサポート豊富なイメージないしね。それもあるだが性能的にかなり相性がいい部分が多いんだ。獣族は特徴としてモンスターを展開しやすい種族となっており、爆発力を誇る種族となっているぜ。けど、このカードは特殊召喚モンスターだし、あんま恩恵はないんじゃない？確かにこの部分はないなだが、もう一つ強みがあって、それが、攻撃強化で特にビーストライザーは、大型モンスターを除外すれば、大幅強化が可能で、下手すれば、3000超えのダイレクトアタッカーが登場することに。これを活かせばかなりのダメージを与えられそうね。獣族はこのあたりサポートが豊富なため、色々と活かせると思うぜ。直接攻撃という効果を活かすなら攻撃力強化はマストよね。展開力の高さもこのカードの存在によって、かなり活かせるし相手に的を絞らせないという、戦い方も可能だから他のカードに比べると、色々と活かせると思うぜ。種族が違うだけでここまで変わるものなのね。効果が追加されて OCG 化されてしまえば、物によってはかなり強みになる可能性もあるし、ロマンは感じるよな。ただ、このカードに限った話ではないのだが、やはり、特殊召喚モンスターという点はネックになってくるだろうから、唯一性のある効果でないとライバルが多いのは難点だな。これだけ展開できるのならダイレクトアタッカーでなくても、ダメージを与えられるでしょうしね。種族に恵まれているため色々と活かせる一方で、恵まれているゆえにライバルが多いと言えるモンスターだな。次に紹介するのは錬金銃鈴のアエトスだぜ。これもかっこいいわねというか、デザインすべていいな。OCG 化してほしいという声が多いテーマだけど、こうしたデザインの良さがそうした声の多さに繋がっているんだろうな。このカードは鈴の魔法にて召喚可能なモンスターで、見た目通り、鳥獣属さらに風属性となっているぜ。これもまた王道な組み合わせになっているわね。このカードも属性と種族に恵まれているといえ、風属性ならブレードフライなどで、強化も可能だし、マジックトラップのバウンスが得意な属性なため、直接攻撃も通しやすく強化という点では少々弱いものの、安心という点ではかなり活かせるモンスターとなっているぜ。風属性は確かにバウンス得意なイメージあるわね。攻撃時に一番気になるのがマジックトラップカードだし、これを活かせるのは嬉しいわね。また、鳥獣族という点ではハーピーハーキストで、除去につなげられたり、ゴッドバードアタックで相手カードの破壊も可能に、さらには身長シムルグを召喚するのにも活用でき、特にシムルグは特殊召喚するこのカードとは相性が良く、組み合わせやすいと思うぜ。また違った活かし方ができるわけね。だけど、なんかこのカードの性能を活かすより、素材としての運用が基本になりそうね。そうだな。どうしても風属性鳥獣族は、モンスターをコストに宿を取っていく種族になっているため、簡単に特殊召喚できるこのモンスターは、そうした部分での活用が一番になってくるだろうな。まあ、仕方ない部分はあるわよね。とはいえ、このカードを強化して直接攻撃してライフを削り、開始のターンでこのカードをコストに除去を活かせるという点では、他にはない強みと言えるだ
だろうな。柔軟に対応できるのは大きな強みよね。特殊召喚できる点を活かしつつアドを取れるというのが、現在で見ると、活かしやすいと言えるだろうぜ。まあ、これも正直他にいいカードがいたりするから、どうなんだってところはあるんだけどな。それ言い出したらもうね。あとは OCG 化した際にどうなるかが問題になるだろうな。もしマジックトラップカードのバウンス効果がつけば、より相性よく活かせるだろうしな。ただ、モンスター除去効果なら正直あまり効果と、噛み合っているとは言えないためここは公式に祈りたいところだな。相手ライフを半分にする効果とかついてくれれば、かなり強いんだけどね。さすがにぶっ壊れちゃうがまあ、テーマの運用方法次第では、なくはないかも。いや、全員直接攻撃できて、特殊召喚モンスターだからさすがに厳しいか。そこまで壊してもいいけどね。よくねえだろ。次に紹介するのは錬金獣水銀のエケネースだぜ。これまでと打って変わって渋さを感じるデザインね。確かに少々デザインがこれまでに比べると違う感じがするな。そんなエケネースは水属性魚属となっており、魚属は正直、あまりサポートに恵まれていると言えないのだが、水属性という点はかなり強みとして活かせるぜ。光と闇属性を除けば水属性は一番恵まれている印象があるわね。ああ、このカードで活かせるのはもし墓地に落ちてしまった時に回収できる、サルベージというカードがありこれで回収もできるし、全体強化のカードもかなり多くあるため、直接攻撃の効果を活かせるし素材としても優秀。レベル3のため氷結界の竜、グングニールの召喚にも活かしやすくこのカードは性能も活かしつつ、素材としても色々と使えるというカードと言えるかもな。確かにかなり活かせそうね。直接攻撃した後に素材にもできるし、水属性は切り札と呼べるサポートカードこそないものの、伝説の都、アトランティスで強化しつつ様々なカードを駆使して、展開や攻撃をしていくため比較的活かしやすいのも、ポイントは高いと言えるな。ただ、特殊召喚モンスターという点が同時に足を引っ張っており、アトランティスの恩恵を少し活かせにくいのは、少々難点とも言えるかもな。強化値も微妙だしね。やっぱりテーマとして色々と活かすことになりそうだな。なので OCG 化した際にどんな効果が付与されるかが、大きな鍵となりそうだぜ。この付与効果がテーマ由来なのかそれとも汎用的なのか、それ次第で大きく変わりそうね。汎用的な効果になるのなら水属性では大きく活かせる可能性は高く、色々と面白いことはできそうだけどな。ただ、魚属という点で見れば属性こそ違うものの、自爆心、着チャルアが存在しており、フィールド魔法がないと自壊してしまうところがあるものの、直接攻撃できるという点で見ればあちらが圧倒的に上で、ここが大きな難点と言えるな。さすがに獣が神に勝つのは無理でしょうね。こっちは魚であちらはシャチだしな。生態系をうまく表していると言えるぜ。そんな意識全くしていないと思うけどね。最後に紹介するのは錬金獣銀のムーンフェイスだぜ。なんか、急にテイストが違うモンスターが出てきたわね。イメージはつきだろうな。いや、そういう問題じゃ。このカードは銀の鍵で召喚できるモンスターで、闇属性岩石族というモンスターとなっているぜ。まあ、好きって考えると岩石族なのは妥当よね。被ってしまっているけど。そんな錬金獣銀のムーンフェイスだが、現代遊戯王で見ると岩石族という点は、サラマンドラと同じ運営ができるものの、こちらは闇属性という遊戯王で一番サポートが豊富な属性のため、色々な動きをすることが可能で、例えば、ダークゾーン見習い魔女による全体強化もできるし、ダークオネストによる戦闘補助も可能に、黒曜岩流、闇の幻影で耐性付与も可能となっており、とにかく、色々なサポートを活かすことができるぜ。これまでと比べると段違いのサポート数ね。特にステータスが低いこのカードを守ることができるダークオネストは、かなり強みになると言えるぜ。相手の攻撃力をゼロにする効果だもんねこれ。戦闘破壊からも、マジックトラップカードの除去からも守れるのはいいわね。また、闇属性という点ではダークアームドドラゴンを、活かせるのも強く破壊されても後続に繋げられるため、無駄なく色々と活用できるな。一回きりのバーン効果として使うこともできるしいいわね。また、特殊召喚モンスターゆえに事故に繋がりやすいのが、錬金獣の弱点なんだが闇属性は闇の誘惑という、闇属性を手札から除外することで2枚ドローできるカードもあるため、最悪邪魔になっても処理できるのも使いやすいポイントだな。闇属性の強さがよくわかるわね。岩石属でも闇属性でも色々と活かせるのがこのカードの強みだが、問題もいくつかあってまずライバルが多すぎること、特に闇属性という点だけで見れなさっきも少し紹介した、自爆心が存在しており彼らは大型モンスターだが、闇属性のサポートに加えて今でのサポートも豊富で、正直、勝ち目はないぜ。神相手はさすがに分が悪すぎる。幸い岩石族の自爆心はいないため差別化はできるものの、正直、こちらに全ての役割を奪われていると言えるぜ。競合相手の悪さよ。サポートは溢れているけど、その分ライバルも多いってことね。そうだな、かなり厳しい立場と言えるかもな。まあ、それは錬金獣全体に言えることだけどな。ただ、OCG 化した際にどんな効果が付与されるかで、かなり変わると思うから今後に期待したいところだな。
さて、錬金銃はここまでなんだがさすがにこれだと少し味気ないからな。アムナエルが使った中で特に有名だったカードを紹介するぜ。有名なカード？それがマクロコスモスだぜ。出た、マクロコスモスこれ先生の使用カードだったのね。そうだぜ、ご存知の通り OCG 化もされているカードだな。このカードは2006年2月16日に発売されたパック、エネミー・オブ・ジャスティスにて収録されたカードで、効果は発動時の効果処理として、手札デッキから、原子太陽ヘリオスを特殊召喚できる効果、そしてカードが存在する限り全てのカードが墓地に行かず、除外される効果を持っているぜ。除外デッキのお供よね、非常にお世話になりました。憎いほどにね。被害者側じゃねえか。さてこのカード大きな強みがその除外カードで、墓地を活用するデッキには天敵と言えるカードで、特にアンデッド族やドラゴン族はかなり天敵と言えるな。アンデッドは特に墓地活用するだろうし、かなり天敵と言えるでしょうね。また墓地へ送るコスト墓地へ捨てるコストを必要とするカードは、発動自体できなくなるという性能も持っており、有名どころで言えばエフェクトベーラを封じ込めることができるぜ。そっか、そういうのも潰すことができるのか。シンプルだけどかなり影響力のあるカードね。そんなマクロコスモスだがアムナエルは除外効果を使うより、一つ目の原子太陽ヘリオスを召喚するために使用しており、そこからすぐにヘリオスジオメギストスに繋げることに成功。最終的に切り札のヘリオストリスメギストスに繋げ、10台を追い詰めているぜ。切り札を出すために活用されたカードってわけね。ああ、ちなみにアニメでは発動条件が異なっており、錬金ガマカオスディスケルを除外することで発動でき、あとは効果は一緒になっているぜ。なるほど、OCG は少し出しやすくなっているのね。そういうことだな、そう考えると強化されたと言えるぜ。強化されなくてもいいのに、アニメでは宇宙空間になるという演出が施されており、アムナエルは戦術したモンスターの展開の他に、このカードを活かせるグランドクロスなどを使用することで効力を発揮、OCG とアニメではかなり使い方が変わっていると言えるな。OCG でもヘリオスを出すのがメインで、除外効果はおまけ程度だったんでしょうけど、思わぬ形で使われている感じがするわね。アムナエルイコールこのカードのイメージがつく人も多いくらい、彼を代表するカードと言えるぜ。最後に紹介するのは最初に少し触れていたカード、錬金ガマカオスディスケルだぜ。これが錬金銃を出すのに必要なカードってことね。実はこのカード今度、OCG 化される予定で、2025年5月1日からコナミスタイルや、コナミカードゲームステーションサテライトショップで予約を受け付ける、完全受注生産品、リミテッドパック GX、オシリスレッド、にて収録予定のカードで、OCG ではこのカードが場に存在する限り、墓地に行くカードが全て除外される効果、マクロコスモスまたはそのカード名が記されたカードを、1枚をデッキから手札に加える効果、フィールドにマクロコスモスが存在する場合、このカードを場から除外することでデッキから攻撃力はてなの、光属性モンスター1体を手札に加える効果を持っているぜ。かなりマクロコスモス特化の効果となってるわね。そうだな、除外効果はマクロコスモスと全く同じで、こちらは永続魔法なため発動はしやすく、マクロコスモスの代わりに使うことができるぜ。また面倒そうな。相手からするとそうだろうな。そして2つ目はマクロコスモスと、グランドクロスをサーチできる効果となっており、まあ、これはそこまで活用することはない効果かもな。後からどんなカードが出るかで色々と変わりそうな効果ね。そして3つ目がヘリオスなどを特殊召喚する効果で、まあ、この辺もおまけ程度の効果と言えるかもな。結局のところマクロコスモスを活かす、もしくは代わりになるそんなカードって感じね。まあ、即時除外効果を発動できる点くらいだろうな。このカードの強みは、満を継ぎして登場したのに、そんなカオスディスケルだがアニメでは効果が違っており、基本的には除外効果とマクロコスモスを発動するために、必要な効果だったぜ。そう考えると OCG では強化されたと言えるわね。そして、今回紹介した錬金銃の召喚に必要なカードで、錬金銃を召喚するマジックカードは全てこのカードが発動していないと、発動できないという効果を持っており、絶対に必要なキーカードとなっていたぜ。様々なアイテムをこの釜に入れモンスターを生成するってイメージかしらね。そんな感じだな。さらに除外されることで黄金のホムンクルスという、除外されたカードの枚数で300ポイント攻守が上がるモンスターの、大幅な自己強化にも貢献。アムナエルはかなりこのカードを活用しており、戦いの中で一番のキーカードとなっていたと言えるな。デッキの核となっていたのは間違いないでしょうね。さて、今回このカードが OCG 化されたことで、実は錬金銃が OCG 化されるのではという噂が立っており、かなり期待値が高まっているぜ。だから OCG の話を色々としていたのね。ああ、お前がこの話を持ってきた時は、なんてタイミングの良さだと思ったものだぜ。私ってもしかして持ってる？うぬぼれるなカス。言葉が強えよ。けど、これで OCG 化されたらかなり熱いわね。そうだな、ファンも嬉しいだろうし、OCG も盛り上がってくれるだろう。けど、さっきから言い続けているがアニメ効果だけでは、絶対に今の環境だと使えないため、このカオスディスケルのように何かしらの効果を絡めてくれると、嬉しいけどな。けど、このカード見てる限りマクロコスモスとの関連が、強くなりそうな気がするわね。ああ、確かにその線はあるかもな。けど、それはそれで面白いと言えるし、何にせよ、少し期待したいところだぜ。
というわけで今回はアムナエルが使用したカード、錬金銃とその関連カードを紹介していったぜ。効果はともかくデザインとかはかなり好きだったし、ぜひ OCG 化してほしいと思えたわね。そうだな、再三言っているがファンもかなり望んでいるからな。実際、カオスディスティルの情報が出た時には、スレが立ったくらいだしな。愛されすぎでしょう。そんなに人気だったのね。やっぱ錬金術モチーフっていうのは惹かれる部分があるんだろうな。そういえば、OCG って錬金術モチーフのカードって、なんかないの？一応エルドリッチが錬金術をモチーフにしているな。圧倒的に強いカードが出てきた。環境トップ経験もあるテーマだしな。あとは賢者の石サバケールも錬金術モチーフだな。というかアムナエルも関連しているカードだし。そういえばそうだったわね。とまあ、こんな感じで色々とあるにはあるんだが、がっつり錬金術イメージのカードはないため、ぜひ OCG 化してほしいぜ。では最後に恒例の、画像で一言。いきなり風化してしまった。かなり残酷な例え。みんなはどんなセリフが浮かんだ？よかったらコメントしてね。これが私の行き着いた究極錬金術マクロコスモス。